こんにちは。今日のマーケットはどうだったんだ？なんだか雰囲気は重そうだが。こんにちは。その通りね。主要な指数は軒並み下落したわ。一言で言うと、良すぎる経済指標が、逆に株価の重しになった一日、だったわね。経済がいいのに株が下がるのか？なんだか不思議な話だな。詳しく教えてくれ。その謎を解き明かしていくわよ。本日はこちらのメニューで解説を進めるわ。まずは、今日のニューヨーク市場がどうだったか、数字で確認しましょう。ニューヨークダウは前日比173.96ドル安の45,947。32ドルで取引を終えたわ。下落率は 0.38% ね。ハイテク株中心のナスダック総合指数も難聴で、113.16ポイント安の22,384。70ポイント。こちらは 0.50% の下落よ。そして、S&P500 指数も 33.25 ポイント安の6,604。72ポイントとなり、0.50% の下落。主要3指数が揃って2日続落という形になったわ。やっぱり全面安だったんだな。それで、冒頭で言っていた、良すぎる経済指標、が原因っていうのはどういうことなんだ？その通りよ。今日発表されたアメリカの経済指標が、市場の予想をことごとく上回る強い内容だったの。それが巡り巡って株安に繋がったのよ。一つずつ見ていきましょう。まず、最もインパクトが大きかったのが、4月から6月期のアメリカの GDP 確定値よ。前期比年率でプラス 3.8% と、改定値のプラス 3.3% から予想外の情報修正となったの。プラス 3.8%。すごい成長じゃないか。普通に考えたら株価は上がりそうだけどな。経済が力強い証拠よ。特に個人消費が改定値のプラス 1.6% からプラス 2.5% へと大きく伸びたのが牽引したわ。アメリカの人々のお財布の紐が緩んでいるということね。でも、ここがポイントよ。経済が強すぎるということは、FRB、つまりアメリカの中央銀行が、急いで利下げをする必要がない、と判断する材料になってしまうの。なるほど。市場は、早く利下げしてくれって期待してたのに。いや、経済は元気だからまだ大丈夫そうだね。って FRB に言われちゃった感じか。次に、雇用関連の指標よ。先週分の新規失業保険申請件数は 21.8 万件と、市場予想の 23.5 万件を大きく下回り、2ヶ月ぶりの低い水準となったわ。これも、仕事がなくて困っている人が少ないってことだよな。アメリカの労働市場はまだまだ強いんだな。その通りよ。失業保険を受け続けている人の数も予想に反して減少したわ。これも FRB が利下げを急がない理由になる。インフレを抑えるためには、少し労働市場が落ち着く必要があると考えているからね。さらに、8月の耐久財受注額も驚きの結果だったわ。市場予想はマイナス 0.3% だったのに、結果はプラス 2.9% と、5月以来のプラスに転じたの。耐久財って、自動車とか家電とか、長持ちする商品のことだよな。企業の設備投資が活発だっていう証拠か。その通り、企業の景気見通しが明るい証拠とも言えるわね。これら一連の強い経済指標を受けて、市場の雰囲気が一変したのよ。強い経済指標の結果、市場では、FRB は当分利下げしないだろう、という見方が強まり、アメリカの長期金利が上昇したわ。10年債利回りは一時 4.19% 台まで上がったのよ。金利が上がると、企業がお金を借りにくくなったり、株より安全な債券にお金が流れやすくなったりするから、株にはマイナスなんだよな。その通りよ。そして、日米の金利差が拡大するとの思惑から、為替市場ではドルが買われ、円が売られる展開になったわ。ドル円は一時 149.93 円と、150円に迫る勢いだったの。まとめると、経済が強すぎて利下げ期待が剥落し、金利が上がってドル高になり、その結果、株が売られたってことか。なるほど、繋がったぜ。さらに、追い打ちをかけるように、今日は FRB の複数の高官から、市場の利下げ期待を牽制するような発言が相次いだのよ。例えば、シカゴ連銀のグールズビー総裁は、あまりに多くの利下げを前倒しすることには懸念を覚える、と発言したわ。カンザスシティ連銀のシュミット総裁も、FRB の金融政策はやや引き締め的で、この水準が適切だ、と、現状維持が妥当との見解を示したの。FRB のボーマン副議長は、インフレよりも雇用創出へのシフトが適切だとしつつも、労働市場は予想以上に脆弱だと、少しハト派な見解も示しているわ。ただ、全体としては、急いで利下げはしないぞ、というメッセージで一致している感じだな。経済指標と合わせて、これじゃあ株は上がらないわけだ。アメリカ市場の動向を受けて、他の地域の市場も見てみましょう。欧州市場も難聴だったわ。ドイツの DAX 指数は 0.56%、イギリスの FTSE100 指数は 0.39% と、揃って下落したの。欧州には何か特別な材料があったのか？アメリカの商務省が医療機器などの輸入に関する調査を開始したことが、関連企業への懸念につながったみたい。それと、ロシアの軍用機が NATO 領空を侵犯した問題で、地政学リスクが高まっていることも嫌気されているわね。アジア市場では、上海総合指数と香港反戦指数が小反落。
こちらは、来週から中国が国慶節の大型連休に入るため、利益確定の売りが出やすかったという側面が大きいわね。なるほど、世界的に株を積極的に買う雰囲気ではなかったんだな。全体的には難聴な一日だったけど、個別に見ると面白い動きをした銘柄もたくさんあったわ。いくつかピックアップして紹介するわね。まず、半導体大手のインテルよ。株価は 6% 以上も上昇したわ。半導体株は全体的に弱かったんじゃないのか？何があったんだ？アップルからの投資を求めている、という報道が材料視されたの。もし実現すれば、大きな追い風になるという期待から買いが集まったわね。対照的に、中古車販売大手のカーマックスは株価が急落したわ。一時は5年ぶりの安値を更新したのよ。第2四半期の決算が、減益となり市場予想を下回ったことが原因ね。金利の上昇で消費者の需要が軟化している上に、修理費用なども上がって利益を圧迫しているようね。金利が高いと、自動車ローンも組みにくいもんな。経済の強さが、こういうところでは裏目に出るんだな。e コマースの巨人、アマゾンには2つのニュースがあったわ。一つは、プライム会員への登録方法が不当だったとして、FTC 連邦取引委員会と25億ドルで和解したというもの。もう一つは、イギリスでの食品スーパー事業が苦戦していて、残りの全店舗を閉鎖するというニュースよ。巨大なアマゾンでも、競争の激しい食品小売業界では苦労しているようね。アマゾンも万能じゃないんだな。一方で、同じ小売でもコストコはどうなんだ？決算発表があったみたいだが。コストコは、引け後に発表した決算で売上高が市場予想を上回ったわ。物価高の中で、安価な必需品を求める消費者の強い需要を捉えることに成功した形ね。最後に、今日1日の市場の動きをまとめてみましょう。今日のポイントは3つ。まず、GDP や雇用関連など、予想を上回る強い米経済指標が相次いだこと。次に、それを受けて FRB の早期利下げ期待が後退し、長期金利が上昇、ドル高が進行したこと。そして最後に、金利上昇が嫌気され、主要株価指数は揃って下落した、ということね。まさに、良いニュースが悪いニュース、になった典型的な日だったわ。なるほどな。つまり今日の相場は、アメリカ経済が思ったよりムキムキで元気だったから、これならまだ薬、利下げ、はいらないな。ってお医者さん、FRB に言われて、ちょっとがっかりして熱が冷めちゃった、株価下落。って感じだな。その通りよ。明日は8月のアメリカ個人消費支出、PCE、価格指数の発表が控えているわ。FRB が最も重視するインフレ指標だから、今日の流れが続くか、あるいは変わるか、重要な一日になりそうね。本日の解説はここまでとなります。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いしますね。それじゃあ、また次回会おうぜ。なお、この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。